はようございます。たかしです。本日は3月15日金曜日、ただいま9時52分。それではポンド円、ドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。内容はポストプライムのプライム会員とほぼ同じですが、ポストプライムのプライム会員、そしてノートのメンバーシップ、それぞれに良さがありますので、使い勝手のいい方をご利用ください。詳細は動画の最後をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。昨日日足はほとんど動いていないというか、上下に動いたという、それだけのローソク足になっております。これが昨日のローソク足ですが、上髭、下髭を出して、そしてローソク足の実体部分ってほぼないのがわかりますよね。これ一昨日の動きなんかも似ているんです。一昨日も長い上髭、下髭でローソク足の実体が小さかった。昨日はさらにそこからローソク足が小さくなってきているので、これだけ見ているとここから下落していくんじゃないのかなというふうに考えられます。現在日足は上昇トレンド中、その GMMA の青帯に接触してきたところなんですね。今までのこの動きを見ても上昇トレンド中ですので、ここから上昇していく可能性、そしてここから下落する可能性があるんですが、今はこの過去の高値の白い水平線189円ぐらい、そのあたりで止められているんですね。そこを昨日も一昨日も行ったり来たりと上がったり下がったりしているというところですので、ここから上昇するのか下落するのかがすごく分かりにくい。インジケーターちょっと弱くなってきましたよね。ストキャスティクスもゴールデンクロスしていたんですが、少し弱めになってきているので、ここからは上昇する可能性、下落する可能性が半分ずつあるという風に見ておきたいですね。ただ基本的にはトレンドは上向きですので、下がったところは買われやすくなると思います。ローソク足を見ていると、本日あたり陰線が出てくると、ここから来週にかけてダラダラと下落していくんじゃないのかなという風にも見えてきます。では4時間足です。4時間足は GMMA の青帯を上抜けるかどうかっていうところを見ていたんですね。昨日もその前も GMMA の青帯を上抜けようと何度も試しているんです。で、その辺付近で上がったら売られるし、下がったら買われるっていうことを繰り返しているレンジになっているんですね。ですので、動きとしてはすごくわかりにくい。インジケーターも方向感がありません。下がれば日足の GMMA がありますし、そして上がってくればこのオレンジの水平線付近は上値が重くなってきますので、今はそこに板挟みの状態ですね。上がったら売られやすい。そして下がれば日足の買いが入ってきやすいっていうところで、どちらに抜けるかですね。昨日の高値、安値を抜けた方についていくのが良さそうなんですが、下抜けた場合は日足の GMMA からの反発上昇が入りやすくなってきますので、そこはご注意ください。そしてもし本日上昇してきて GMMA の青帯を明確に上抜けてくれば、ここからの上昇で191円ぐらいを再び目指していくと考えられるんですが、今基本的には下落トレンド中ですので、高値を切り下げてきているんですね。そして安値も更新してきているので、基本は下落トレンド中、そして GMMA の青帯も上抜けられていませんので、ここで昨日の高値を超えられなければ、ここから4時間足の下落トレンドが継続していくという考え方になりますので、今はそれがどちらになるかっていうところを見ておきたいです。では1時間足です。1時間足は昨日、一昨日から描いていたこの矢印をまだ残しているんですが、まだそこまで到達していないのが現状ですね。もう少し上がってくると、この青い矢印のイメージでそこからの下落が狙えますし、もう少し下がってくるとそこからの上昇が狙えるんですが、今は大枠ではオレンジの水平線で囲まれた間でのレンジと考えているんですが、今そこまでも到達できなくて小さいレンジを作ってますね。こんな感じです。今黄色のボックスを描きましたが、この中での今動きになってますので、まずは本日もこの中での動きを見ておきたい。昨日、そして一昨日と高値止められてますので、この辺は意識されてきますね。ですので、このボックス上限 189.5 付近、それからボックス下限っていうのはこのあたり 188.8 付近をイメージして、その中での動き、そしてボックスを抜けた方についていくっていう考え方です。ただし、先ほども言いましたが、下抜けた場合はご注意ください。昨日みたいな動きを繰り返すのであれば、まずはこのボックスの上限、下限からの反発をイメージしておくと分かりやすいかもしれませんね。では次はドル円を見ていきましょう。まずは日足からです。現在は GMMA の青帯を下抜けてきてまして、今ちょうど GMMA の青帯にぶつかってきているところですよね。この辺では上値が重かったっていうのが今週の動きですね。今週火曜日、水曜日っていうのは GMMA の青帯で上値を抑えられるようなそんな動きをしておりました。本日は朝から上昇してきておりますけれども、今は GMMA の青帯にぶつかってますので、やはり上値が重い、そういうところには来ておりますので、ここからどんどん上昇していけるかどうかっていうのは少し懐疑的ですね。ただインジケーターを見ているとストキャスティクス上昇中
中ですので、このまま上抜ける可能性もあります。GMMA の青帯、一応下抜けてはいるんですが、まだ下落方向には向いてませんので、ですので大枠でのレンジということも考えられます。例えば直近の安値、ここ 146.5 付近から直近の高値の 150.8 付近の間でのレンジということも考えられますので、GMMA の青帯が今明確な動きをしてませんので、大枠ではレンジで動く可能性。もちろん一旦は GMMA の青帯が過去今週火曜日、水曜日は意識されてますので、現在地付近から下落する可能性も十分あるんですけれども、上抜ける可能性もあるとは思っておいてください。では4時間足です。こちらもポンド円と同じなんですが、4時間足は GMMA の青帯を上抜けるかどうかっていうところで、ここ3日間ほど攻防戦が行われておりました。ただドル円の方が先に今上抜けかけてますよね。ポンド円は上値が重そうだったんですが、ドル円は少し上抜け方向に動いております。まだこれ抜けたかどうかは分かりませんけれども、昨日からの動きを見ていると上抜けるんだろうなっていうところは感じますので、ではこのまま上抜けた場合は次149円手前ぐらいがターゲットになってきます。今このオレンジの水平線 148.895、だいたい 148.9 付近、ざっくりと149円付近が次のターゲットになってきますので、そのあたりを次は目指して上昇していく可能性があります。ただですね、ストキャスティクス高値圏にあるので、ここはご注意ください。基本的にストキャスティクスが高値圏にあるってことは、次調整の下落をします。過去の動きを見てもわかるように、ストキャスティクスが高値圏に入ってくれば、そこから下落していくんですね。その時々によって下落の度合いは違うんですが、とは言っても比較的大きめの下落をしますので、ですので今ストキャスティクス高値圏にあるっていうことは、いつ大きめの下落が起こってもおかしくないというところは念頭に置いといてください。ここからの上昇のイメージなんですが、こんな感じで一旦上抜けて GMMA の青帯に押しをつけてから上昇していく。そうすると GMMA の青帯がこういう風に徐々に上がっていきますので、こういう動きをイメージしておきたいですね。これは上抜けた場合のイメージです。もちろんストキャスティクス高値圏にあるので、ここから深く下落してくる可能性もありますので、その場合はこのあたりですね、昨日安値ぐらいまでの下落は見ておきたいです。では1時間足です。1時間足はこの昨日までのレンジを上抜けてきましたね。ですので基本的には GMMA の青帯ぐらいまで一度押しをつけてほしいんですね。動きとしてはこんな感じ。先ほどの4時間足と同じようなイメージなんですが、一度 GMMA の青帯に押しをつけてそこからの再上昇というところをイメージしておきたいです。ただ今赤い水平線を上抜けてますので、このまま赤矢印のイメージで次のラインオレンジの水平線の 148.9 ぐらいまで一気に上昇してしまうということも考えられますので、その場合は買い足の5分足とかで今回の上昇、朝方から比較的強めに上昇してますが、この上昇に乗っていってもいいと思いますけれども、やはり基本的には4時間足、ストキャスティクス高値圏でしたよね。1時間足も高値圏にあるので、一旦の押しを待つのが安全ですね。そしてオレンジの水平線 148.9 付近を上抜ければ、次は 149.2 付近、次のこの赤い水平線ぐらいまで上昇していくと考えますので、その辺の上昇の流れに乗っていければいいと思います。1時間足の GMMA の青帯上向きです。ですので基本はこの今上昇トレンドですよね。ジグザグと上昇トレンドを作ってますので、この上昇トレンドの流れに乗っていく。そう考えると今は伸びきっている感があるので、まずは GMMA 付近までの押しを待って次の上昇の流れをイメージしておくとトレードは分かりやすいと思いますので、その辺本日見ておくといいと思います。それでは本日は以上です。この動画が分かりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。またノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。今朝ローソク足の形から見る逆張りエントリーの根拠というのを掲示板で投稿してますので、よかったらご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料です。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。